グータラズです。今日はね、久々に車シリーズ、カーライフシリーズだね。俺のカーライフシリーズ。アリストだね。161アリストのトムスのコンピューター ECU を買ったんです。ジャンクで買ったんですよね。ほら、ひしゃげてるでしょ。もうね、潰れちゃってるみたいなね。実はこの他にもう1台買ったんですよ。テック2ってやつ。トムスのコンピューターのこれはひしゃげてる方はテックスだね。テックスでまた買ったのはね、テック2ってやつ。テックスはタイミング変更でしょ。 VVTI 制御変更。ブーストが 1.1 かかってね、カタログ値が330馬力になるんだよね。そう、現在はトムスのサポートは終了してます。だからね、もう開けちゃおうと思って。開けても関係ないと思って。で、もともとその俺のアリストにもテックスがついてるんですよ。だけどもね、テック2っていうやつがね、本当は欲しかったんです。で、そのテック2もね、買ったんだけど、それは壊れてんだよね。高い金出したのに壊れてる。もうと思って。これはね、ひしゃげてるテックス、トムスのテックスはね、12000円ぐらいだったっけな。安かったんです。なんで買ったかっていうと、安いから買っただけなんだけど。とりあえずね、開けてみたかったの。ほら。やっぱりね、ひしゃげた衝撃で、多分ね、基板がそこに当たって、で、ショートしたんでしょうね。買った理由はどうなってるか知りたかったんです。で、あわよくば動かないテック2を直したかったんです。その理由で、このひしゃげたテックスの ECU を買ったんですけどね。ちょっと見てみましょう。ECU、車のコンピューターです。これによっていろんなね、制御とかするんですけど、トムスで改造したね、トムスって、トヨタ直系のチューニング屋さんがあるんですけどね。そこで作ったこの追加ロムだね。そう、追加 ECU ってやつかな。追加 ECU って変だな。ロムを追加して、ロムチューンってやつだね。ほら、乗っかってるでしょ。追加ロムが乗っかってる。基板、もともとのこの基板もダメだね、これね。抵抗が2、3個燃えてます。あそこら辺の基板がもう焦げて、その線だとかがね、もう多分切れてるな。これはもう使えねえなって思ってます。追加基板だけ取れればっていう風な感覚で買ったんですけどね。そう。やっぱりダメだなと思って。見てみれば見るほど燃えてるのはダメだね。ちょっともったいねえな。でね、ひしゃげたECU から追加基板を取ってみます。小さなビスで止まってるだけです。これを外せば多分取れるなとは予想してたんですけどね。これの追加基板が壊れてなければ他にも回せるんじゃないかなと思って、それでね、これ買ったんですけどね。シリコンボンド的なのでね、くっついてる。コーキングだね。要はコーキング。それでね、くっついてます。これ取れたと思って取れるのって疑問視しようと思ったら取れました。ポロって取れましたね。古いからね、車がね。これがそう追加基板だって追加基板だね。これがテックスってやつです。でもそのテックスだね。そう、ここで純正がどうなってるか見たくなったんです。純正ね、開けてみましょう。これが純正ですね。純正はほら、追加できないように、もうロムがもうそこにね、溶接されてます。溶接っていうかね、ハンダ付けされてます。これが純正の ECU ですね。そう。そして、これがトムスのECU の基板ですね。そう、あそこにソケット的なのがついて、そこに追加基板をつけれるようになってんだね。よくできてんな。そう、あとはね、どうやら同じっぽいです。
いろいろ見たけどね、同じっぽいですね。焦げさえなければな、これも使えたんでしょうけど。そう、いろんなここにいろんなデータが集約されてるんでしょうね。ここに載ってるだけですね。載って、でそれで追加のデータを入れてるって感じですかね。そしてね、買ったテック2、これ開けたんですけどね、そう、いつものように取り忘れました。ベースはね、追加ロム同じですけどね、追加ロムの同じ立て。ベースは同じなんだけど、追加ロムの形はね、違います。で、このベースだけが壊れてるんであれば、このテック2の追加ロムが使えるじゃんと思ったんです。だから開けてみたんです。そう、これがテック2。違いがわかりますよね。この基板が壊れてれば使えるかなと思って。テック2はね、そう、電子スロットルのリニア化、これが追加されてるだけです。アリストってね、電子スロットル制御なんですよ。なのでね、それがもっつく感じるんですよね。それがね、リニア化されてます。テック2はね。そう、ここで、この基板がコンデンサーとか液漏れしてんじゃねえかと思って、んでね、壊れたテックスを買ったんですけどね、どうやらなんともなさそうなんだよね。そう、テック2の元々の基板に壊れた破損したさっきのテックスの追加ロームを乗っけて、これでね、エンジンかけてみようと思ったんです。これでいけるかなと思って。そうすれば、これでかからなかったら、基板が壊れてるってことでしょ？基板っていうか、そうだな、基板が壊れてるのかなとか。ちょっとね、いろいろやってみようと思ったんです。組み合わせで。コンデンサー壊れてる。コンデンサーの液漏れがないから、もうね、素人にはどうにもできんからさ、これぐらいしかできません。そう。見事にエンジンかかったんです。ってことは、テック2の追加ロムは壊れてんだと思って、結構ショックだったな。壊れた ECU あれね、9万ぐらいしたんだよ。トムスのコンピューター今高いからね、どんどんね、なくなっていきますから。気を取り直してきれいにしてね、2個1作ります。テック2の基板に破損したテックスの追加ロム乗っけます。それしかもうやることはねえと思って。もともとテックスついてるからさ。いいや。ちょっと作業の解説しますね。そう、ここにほら、台座を作ってあげます。要は、コーキング的なシリコンボンドで止まってたので、またシリコンボンドでね、台座を作ってあげます。追加ロムグラグラしちゃう。エンジンの振動とかでね、グラグラしたりするんでね。そうすると、他の、なんていうか、そのロムだとか、パーツに当たってね、振動しちゃうと、電気系なんでね、しっかり固定して動かないようにしてあげましょう。そのために最初からこうやってね、シリコンに留めてんだろうけどさ、しっかりね、台座作ってあげます。そう、もともとテックス、俺の車ついてるんですけどね、これでまたもう一台、テックスコンピューター、もう一台になりました。欲しかったテック2が、治らんかったな。難しいね、これ系は。本当に素人じゃ全くわからん。簡単にコンデンサーかなって本当は思ってたんです。余裕っしょって思ってたんです。なかなかうまくいかんもんだね。いいや、作業に戻りましょう。作業の解説に戻ります。そう、ジグつけてね。で、ここでね、ほら、またその元々の純正のその箱に戻してあげるんです。そう。そしてね、これは不動のテック2の追加ロム、そして破損したテックスの基板、それにね乗っけて不動のやつもね、まとめておきます。これどうしようもできねえな。
これは直せねえわ。素人じゃ無理だ。これはね、完全に不動の ECU ですね。完全に不動の ECU です。これどうしようかな。すげえ高かったんだな。まあいっか。そう、結果的にどうなったかっていうと、これもともとついてた車両についてた ECU、 TEX ですね。 TEX の ECU です。これがついてました。そう、これがね2個1になった TEX の ECU。 ECU2 個あるんだよね。 TEX が2個になった。そうで、これがひしゃげてるやつだね。これのケースはもう使えないから、純正のね生きてるそのケースをね使ったんです。ニコイチのテックスの方には。そうで、ステッカーとかね、まあいろいろ写してね、テックス作ってあげました。そう、これが本来つけたかったテック2。これつけたかったな。まあこれはどうしようかな。直せる人いんのかなこれ。追加ロムは壊れてんだよな。これ直せんのかな。まあ直せる人いたら連絡ください。ってことでね、テック2、実動するテック2が2台、そして裸のね ECU が1台でね、不動のテック2が1台、こういう結果になりました。まあ結果ね、こういうことになりました。まあもともとテックスついてたから全然意味ない。金出してもう1台テックス買ったって感じだよね。まあ全然意味ないな。ってことでね、合計4台の ECU 今回ね分解してみました。まあ車自体がもう古いんでね、まあ簡単にコンデンサーの液漏れとかじゃないかなって疑ったんですけどね、全くそんなことなかったです。簡単にはいかないです。簡単にいかねえな、こればっかりは。いやー、しかもね、トムスのコンピューター今もうほとんどね数が少なくなってものすごく値段が上がってます。7、8万全然するからね。しかもその普通の社外品の ECU 買うより使うよりもトムスのその TEX 使った方がね、なんかねすごくそのフィーリングとかいい気がします。本当にいい感じがします。もともとトヨタ直系のねチューニング屋さんですからね、すごくこのつきもいいというかブーストのかかりもいいし、なんかすごくこのパワー感もあるんだよね。まあ一個人の感想ですけどね。ということでね、まあ春になって車の作業も増えてきました。まあ今日はねトムスの ECU なんですけど、アリストにね作る ECU です。でアリスト1個も映しませんでした。まあね、こういう回もねあってもいいんじゃないかなと思います。いやー直したいなあれな。まあ無理だろうな。ということでね、今回は車のネタ ECU のちょっと分解してみました。分解しただけなんだけどね、結局分かんなかったんですけど。ということでね、本日の動画はここまでになります。次もねまたいろいろ動画ネタ用意してありますので、次も見てあげてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。こっちに